園都の熱波ラジオ12分でサウナ皆さんサウナに入ってますか？このラジオはですね、聞き終わったらちょうど12分サウナの砂時計代わりになるラジオです。お相手は放送作家の澤田さんです。よろしくお願いします。お願いします。やりましたはいはい、紹介していただくじゃないですか、はい、放送作家って、はい、放送作家っていう職業って一般の人って理解してるんですかね。何をこいつは何をやってるやつなんだって分かるんですかね。よく分からないって言われるんですよ。本当に？はい、いやこれ多分園さんが業界にいるからですよ。一般の人に放送作家って言っても、はい、まあ、小説家とかは分かるじゃないですか、脚本家とか、はい、放送作家はねあんまり理解されないです。聞かれた何やってる人なんですかって聞かれたら、はい、なんて答えるんですか？まあでもテレビ番組の企画考えたり台本書いたり、でも結局まあ今どの職業もそうかもしれないですけど、はい、まあ特に園さんもそうかもしれないです、いろんなことをやるじゃないですか。もうやる内容が一つじゃないというか、それこそじゃあこうやって園さんと一緒にこう出させてもらってる、はい、でそういう作家さん、放送作家もいくらでもいるじゃないですか、鈴木おさむさんとか。そうですね、はい、であったりとか、鈴木おさむさんはドラマも書く、今脚本もやったりとか、マルチに、はい、で演出をやることももちろんある、だから何やか分かんないですけど、まあ、一応ね職業なんかなきゃいけないから放送作家って紹介していただいてるんですけどちょっとなんて言うんだろう、こうもぞもぞしますなんかね。いやどれくらい理解されてるのかなと思って、でそうなんですよ。だから本当はこういう仕事です、基本的にはこういうことをしてる仕事ですって今も説明させてもらったんですけど、掘ってみるとまあいろんなことやってるから、ああそうか、理解されないのもそれは無理ないなっていうのは思っちゃいますけど。まあでも今ってなんて言うんだろう、こう例えばインフルエンサーとか、インフルエンサーって何やってる人なのみたいな、結局は何みたいなところも、一般の人で分かんない人結構いるじゃないですか。一般の人がインフルエンサーやってたりもするんだけど、インフルエンサーっていう言葉も最近はね、こうなんか主流になってるけど、だってそれで言うと園さんもいろいろ当てはまるじゃないですか、グラビアアイドルだし、女優だし、それこそインフルエンサーの部分もあるわけじゃないですか、だからインフルエンサーとして呼ばれる時もあるし、なるほどな。それって園さんのなんかキャッチコピーあるじゃないですか、日本一身近な愛人。それちょっと前までね。ちょっと前までなんですか、もう今やめたんですか、捨てたんですか。そのイベントで、日本一身近な愛人園都さんがとは言われないですよ。いやだから僕それが職業によって使い分けてるのかなと思って。女優の時に多分その紹介とか、インフルエンサーでその紹介とか、でもこの仕事する時はそのキャッチコピー十二分に使ってますよなのか。いえ、あのキャッチコピーはもう、こう雑誌とかすごいたくさん書いていただいてたんですけど、基本的にこうイベントとか、まあなんかこうなんていうんだろうな、どっか紙面とかで紹介される時とかは、グラビアで女優のって書かれることが多いです。書いていただいてることが。なんかでもなんか放送作家ってかっこいいじゃないですか。いやかっこよくない、かっこよくないって言ったらあれですけどいやそのバシって決まんないですよ。バシって、放送作家さんなんですねとか、あともうなんか本当いじられで先生って呼ばれること多いですよ。先生ね、恥ずかしいですよね、いじられ先生、ちょっとなんかね、まあ澤田先生にアイデア出してもらってみたいな、なんかその小説家とか漫画家の方が、いや本当先生お願いしますって、いや先生の作品っていう、この敬った先生じゃなくて、まあね、先生僕澤田先生が書いた台本通りに撮りますからってディレクターに、なんかもうこのなんでしょうこの軽いなんかね、軽い先生、でもほらもうなんか年齢も先生の年齢になってきて、だんだん多分先生って言われることが違和感なくなってくると思うんですよ。いや違和感ありますよ。先生はちょっと言葉重いから僕は呼ばれたくないですよ。呼ばれたくない。まあ今その真剣に呼ばれてないからあれですけど、先生なんてそんなのしょえます？しょえないです僕は。重すぎて。だからもうそこは自信持って、例えば私だとやだなんかグラビアも約10年近くなるんですけど、家はまあ19歳とか20代前半の子もグラビアいるじゃないですか、紹介される時にもうなんて言うんだろう、レジェンドのとかって言われると、ちょっと待って恥ずかしいんだけどみたいな。そうで勝手にそうなんか
奉る冠をね、レジェンドとか先生とかね。いやもちろんそのなんていうのデビューしたてではないですよ、ないですけど、なんかレジェンド、重鎮とか言われたらどうします？そう、重鎮って言われるんですよ。重鎮って言われるんですか？言われるの。ああ、いいじゃないですか。なんか重鎮のってだからなんかまあ各年齢でね違和感だ。僕って言ったら職業違いますけど、重鎮って言ったらもう北大路欣也さんぐらいの想像するじゃないですか。もうぐっとね上の、そうですよね。はい。でも確かに30代で重鎮って言われたら、レジェンドもそうじゃないですか。サッカーで言ったら三浦知良さんとか。はい、そうですね、そうですね。確かにそう考えると、30代でレジェンドとか重鎮は重たいですね。重たい。いやまあでもそういう風に思っていただけてるっていうのは嬉しいことですけどね。なんかいつまで経ってもなんかね、なんていう先生とも呼ばれず。例えばこれちょっと職業とあれですけど、子供できたらなんて呼ばれたいですか？でそれこそ、さんまさんは明石家さんまさんはもうお父さんなんて俺はそんな立派なもんにはなれないからって言ってボスって呼ばせてたりとか。ボスだったよね。ボスっていいですね。かっこいい。それがどういう意味があるかわかんないですけど、木村拓哉さんとかのトトとかですよね。トトとかね、可愛いですよね。でもなんかマミとかグローバルな感じで呼ばれたい。お母さんはあれですか？僕はもうお父さんは僕もしょえないですね。しょえない？いやお父さんにはなれないですね。いや重たい。本当？いやなんかだんだん年取ってくると、ほら お兄ちゃんと私弟がいるんですけど、お母さんママからお母さんになってお母さんのことをおかんって呼んでるんですよ。あれ何って思うんです。いや恥ずかしいですよ。お母さんって呼ぶのは恥ずかしいし、かといって呼び方がないですよ。だから男の人だってお父さんって呼んでたのが少々親父とかってなるじゃないですか。なんか急にグッと大人になった感じがしますよね。で僕はお母ちゃんって言いますね。かわいい。お母ちゃん？お母ちゃん。かわいいですね。お母ちゃんはもうちょっとふざけてる感が出ていいかなっていう。いやでもお母ちゃんいいな。お母ちゃん、お父ちゃん。いやそうね、もう時間は時間なので、いきますか。サウナトーク。はい。突然ですけど私たちといえば不毛なトークなので、早速いきたいと思います。まあそうですね。この前からすでに不毛でしたけど。はい、そう、ずっと不毛なんですけど。じゃあ今日はさいきますか。はい。じゃん。では早速ロッカーナンバー33サザンさんからです。子供の頃に戻って自由に習い事を3つ選べるとしたら何を選ぶ？何ですか？これ男性、男と女で違うと思います。違いますよね。男は3つですよね。まあ1個は絶対格闘技が入っています。強くなりたい。いや強くなりたいというか、何かあった時に、まあ今僕はもうほんと軽く少林寺拳法をちょっとやっただけなんで、もっとやっとけばよかったなと思うのが、街歩いてて、いや最悪俺お前のことをいけるからなって思って生活できるかできないかが非常に重要なんです。そうなんだ、男子ってそうなんですね。いやお前なんかちょっとなんかちょいちょいこっちのことなんか見てっけど、別に最悪お前やったらいけるからってワンチャンなワンチャンって思えるかどうか非常に大事。心の強さがそれでできるかもしれないですよね、格闘技やってることで。だからまあ柔術かな、僕は柔術とかがいいかな。2つ目は2つ目球技じゃないですか。球技じゃない、あれ今知ってます？サーキットトレーニングみたいな、要は足を速くするとか、もうフィジカルを強くするためだけの習い事なんですよ。サッカーとか野球とかじゃないんですよ。全部につながる、なんか走るのが速くなるとか、アジリティが高くなるとか、瞬発力が、まあ全部似たようなこと言ってますけど、っていう習い事あるんですよ。なんかそんなの私たちの時なかったな。なかったんです。それでなんかこうやれることが増えていくってことですよね。それやっとけば、じゃあ小学校高学年になって野球に興味持った、サッカーに興味持った、バスケに興味持った、何にでもいけますから。確かに。3つ目はまだあと似たようなもので体操かな。でも楽器がいいですかね。楽器にします。それは私も一緒です。楽器。いや私も1個絶対的なのはもう楽器。まあピアノだったりギターだったり、ちっちゃい時にやっておけばよかったなって、もう今でもすごい思います。2つ目は、英語でも今園さんの時義務教育でした？義務教育でしたけど、本当に This is Pen ぐらいのあれ今小学生からあるんでしたっけ？そうなんですか？私たちは中学の時からだったんですけど。そうだ、今小学生からあるんだったら習い事でやんなくてもいいかなって僕思っちゃったんですよ。
どうなんでしょうね。でもまあでもやっぱりそのできるっていうか学べるスキルのレベルが多分違うじゃないですか。で姪っ子とかもやっぱりもう2歳ぐらいからインター通ってるんですけど、もう英語喋れます。この差、まずこの差ですね。今勉強してて苦しんでる私と、今やってんすか英会話？やってます。でもなんか聞こえない。リスニングの方がそうだからやっぱ海外に行くことも多いので、一生懸命勉強してますけど、でもやっぱり音楽、英会話、3つ目はなんだろうな。でもやっぱりちょっとゴルフかな、一番は。もうゴルフ子供から全振り？全振り。あれ全然違いますよ。子供の頃からゴルフやってる子は。でも金かかるじゃないですか。かかります。かかるけどやっぱりね違うの。もう全然違いますよ。多分なんか子供の頃からゴルフやってるだけでちょっとこうなんていうんだろう、自分のマネージメントがちゃんとできてるんですよ。でもそれは今ゴルフが好きな私を知ってるからじゃないですか。子供の頃にゴルフが自分が好きになるって分かってなくてもゴルフやりたいですか？稼げるっていうのはありますけど、そういうね、そう未来もあるかもしれないですよね。あと大人になってこう付き合いとかもあるし。で僕も今の感覚で選んでいいんだったらサッカー入れるんですよ。早くからやっといた方がいいから、でも多分サッカーが好きかどうか分かんない、習い事としてスキルって考えたらさっきのサーキットトレーニングとか、1個迷ったのは体操。そうですね。体柔らかい人羨ましいなっていう。で何にでもいけるし確かに、みんな何なんだろうね、この3つ選べるとしたらちょっと知りたい。園さんと僕の唯一の違いは、僕は勉学は入らないです。勉学入ってない。私はめちゃくちゃ勉学が入ってる。入らないです。嫌です。ぜひ皆さん、リスナーの皆さんもぜひぜひコメントしてください。それではね、お時間となりましたので、これまたね、トークテーマとかもね、いろいろ募集してますんでね。ぜひぜひお待ちしてます。それでは皆さん、さようなら。